ション1はグループパフォーマンス評価です。3つのグループに分かれてパフォーマンスの評価を行います。カリスマ性というか、そのオーラみたいな部分がちょっと足りないかなと。前回の時の方が私は良かったかなって思ってしまいました。いろんな面で成長したグループなんじゃないかなと思いました。自信持っていいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。ここには誰もいない深夜東京の6畳半夢を見てた。もともと歌が得意なメンバーがすごい多いチームなので、続いてパフォーマンスをする候補生の皆さん、入ってきてください。はい、今度は白黒でバシッと揃えて皆さんいらっしゃいました。このグループは5名ということですね。課題曲は山の春を告げるです。少しだけ中国語で自己紹介をさせてください。Hello， 大家好，我是卢志雄哉。振り付け動画って書いてあるから。そうだ、撮影見た方がいい。とりあえずリーダーとセンターかな。まずはその2つ。そうだで一応昨日話してた通りだと、リーダーがゆうやくんで、俺センターがミヤ。最初の撮影でこうチーム選びがあったじゃないですか。その時にもうすぐ他のメンバーがなんかセンターはミヤがなんかみんないやセンターみたいな。で僕もなんかいやミヤセンター行こうみたいな。って言ってたらなんか次逆にみんながゆうやくんリーダーやろうリーダーみたいな。いやいや俺リーダーはちょっといやマジ俺なのみたいな。いやし、いやマジ俺なんかコミュニケーションが一番ふざけるよ俺。でも一番取れてる。いやむしろセンターなんかやりたい人とか。いや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 、俺の人いたらいやミヤやっぱでも決まるのが一番ミヤだな。ふさわしい。どうですか。そうだよ。まずは一回これで。全然いいんだし。でリーダーちょっとダメだったら交代でとか。次がパート決めで最初のページに書いてあるのがメインボーカル、リードボーカル、サブボーカル1、2、3。俺でもまあなんか個人的な意見だけど、やりたいところはある。だから一人ずつ一回自分がそう希望するとこ言ってもいいと思う。あ、そうする？もしやらせてもらえるんだったらリードボーカルやりたい。自分は歌があんまりどっちかというとダンスの方が得意だから、自分のダンスの強みを見せれるのは多分サブボーカル2かなと。僕はいやなんかやっぱセンターだからそんなにパートが少ないところはやっぱりやんない方がいいと思ってるんで、メインかリードかサブ1になるのかな。自分の声とかに一番魅力出せるなと思ったのはサブボーカルさん。本当に被ってないからなんかわざと外してるとかじゃなくて、本当に最初の時点であここいいなと思って決めてたから。自分はサブボーカル1が自分はめっちゃ綺麗に分かるから。逆にそうバランスそれは全然遠慮なしで。一応今の仮で言ったらまあメインでリード1、2、3っていうのが一応決まったかな今のところはね。なんかみんなスラスラ決まってみんなやりたいところができててすがすがしいチームだなって思ってました。いい感じ？マジで今ダンスどんぐらい？いや未経験でしょ。寮で先にもう学んでた。普通に今やっとったらもう全然ついてきてない。よかった俺も家でちょっとやっといて。ちょっとバチバチのさ絵が撮れてるはずなのにさ、みんなで誰もいない。めっちゃほのぼのチーム。カラだっけとか。チームワークは
こういい感じなんじゃないかなってその時は思ってました。山春を告げる頑張るぞー。はい出して置き換えてでギリギリまで持ってきてここで急に変えた方がいいですね。寮のメンバーはまずもう初日から3人とも仲が良くなっていて、宮沢君もその2日後か3日後ぐらいに寮に入ってきて、どんどんなんかいろんな一面を知っていって、どんどん一人ずつと仲良くなっていって、グループとしても仲がいいし個人でも仲がいいっていう関係ですね。頑張りたいと思います。それでは練習終わります。完璧な演出と完璧な人生を、幼少期の面影は誰も知らないんだ。誰もマイノリティなって今とられな。ほら真夜中はすぐそこさ。深夜東京の6畳半夢を見てた。明かりの灯らない蛍光灯、明日には消えてる天の頂にさあ打ち上げていなくなんないよね。これは結構全体的になんだけど、自分のパートだけちゃんとやって、なんか橋渡しがちゃんとできてない感じがすごくあって、ストーリーがちょっとバラバラな感じがしてて、まあこれもほぼ全体に言えるんだけど、やっぱりこう自分のパートが来る時にやっぱり気合入るじゃん。だからもう体に力入りまくってる。だからやっぱりこう通してナチュラルに聞こえない。帰って2時間ぐらいした後に宮沢君が部屋で一人で悩んでいたので「どうしたの?」っていうふうに聞いて、その時にグループとしてまず曲をもう我が強すぎて一曲としてじゃなくてもう一人一人の歌になってしまってるっていうふうに言われて、ほら真夜中はすぐそこさっていうところがあるんですけど、そこをきょうちゃんが歌ってて、そこでめちゃめちゃ「ほら真夜中は」のところでがなりを入れて「すぐそこさ」みたいな感じで、歌詞の意味的にもそこで盛り上がる必要はないなと思って。ほら真夜中はすぐそこさ。深夜東京の6畳半夢を見てた。けど自分からしたらやっぱり少ないパートの中の一番見せれる部分だからっていうふうに思っていて、そこでぶつかり合いが起きて、なんかグループ戦なのに一人一人が目立とうとしすぎてて、グループパフォーマンスになってなくて。花です。よろしくお願いします。はい。はい、OK です。ありがとうございます。全体的に気になったのは、構成が、正面で全員同じ感じで踊ってるシーンが多いから、ちょっともうちょっと違う感じがあってもいいかなっては思いました。ダンスは動きが基本なんかちょっとずつみんながバラバラやから、そうやな、タイミングずれてる子が何かおったから、そこかなはもうちょっと意識した方がいいかも。脇締めた方がいいかな。うんかかうんかかなんか今こういう感じ、チャン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 に見えるから、それ肩でしっかりチャンチャンツ、なんか手はあくまでもついてるだけみたいな。花さんのダンスを見ると肩から動いてるんだけど、他の4人がそうしちゃってるから、じゃあそっちに合わせようみたいな感じで、だんだんこう言いづらくなったりとかっていうのはありました。ここにそれでもそってこういうふうにどっちでもあるよ。どっちでもいいですけど、みんながどっちでもっと余裕を持って踊れるようにいけたらいいかなと思います。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。バカやべえ、うますぎやろ。軽く踊るだけで。真剣な話していいですか。なんか例えばここの方とか、俺最初やってたけどみんな手の方がいいんじゃないみたいなんで直したりとかしてないですか。多分経験の分もあるけど、多分
この中だったら多分一番近い踊りしてると思うし、なんか今まで正直なんかそっち寮で4人揃ってるし、多分一番年下やしってなんか多分結構遠慮しちゃったけど、ここから結構なんかバンバン言っていっていいかなし思ったので。たつきが特に一番多分悩んでたことで、今寮で4人と1人で分かれてるんですけど、こう休んでることは休んでるんですけど、ちゃんとオフでも寮の中で練習したりとか、近くの公園で4人でこう固めてきて次の日に向けて頑張るっていうのをやってるんですけど、どうしてもそこでやっぱたつきが最年少だし1人だけ寮じゃないから、寮で決めたことに合わせなきゃいけないっていう空気を多分僕たちがちょっと作っちゃってたので、こうやっぱシェアができてなかったから、結構個人個人でこうなんかちょっと微妙な空気っていうのが流れてたことはすごい多かったですね。なんかそれぞれダンス進める上で言いたいことがあると。自分が先陣切って意見ないから俺がとりあえず付き合いとかで出してみんながまあそうですねじゃなくて、どっちかっていうと俺はもう聞き戦ぐらいになるぐらい意見が出たらめっちゃ嬉しいよ。反応がなくて言いづらくなったっていうのが結構あったから、こう言って右足だけですよ。どうなんだろうな。ここでパッてすれば宿題できるんですけど、ここからの動きが完全にそれの理由っていうのがやっぱり未経験っていうのをやっぱ自分の中で理由にしちゃってて、ヒロも俺もそうなんだけど、見る側になっちゃったから、やっぱちゃんと未経験の関係なしにやっぱせめて反応だけでもしていこうかなっていうのが思って、申し訳なかったなっていうふうに。自分はなんか逆に個人的にゆうやくんにここ違うと思ってたら言うだったけど、なんか結構全体になった時に言いづらくなるタイプで、なんか意識的にどっちかっていうと俺が何か言おうっていうよりも寮で決まったことに合わせていこうっていうふうに思うようになっちゃって。バンバン言ってくれた。一番難しいポジションだと最年少寮じゃないみたいな。一番言いづらいよね。もう一人の人や。じゃあ俺にさ、お前って言ってみ。お前。めっちゃ言うやん。俺あえて結構なんか動きつけて寂しげな感じでいいんじゃない。俺も寂しげな感じがいい。これはみんなバラバラにする。これを角度としたらこうなってる人いいですよ。結構ぶつかり合ったから今のダンスの状態だったり歌の状態があるから、あの時はちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、今ではその意見がぶつかり合うグループで良かったなと思ってます。言います。つげるハロー。お疲れ様です。うち。荒れてるんで。あ、すごいいい感じ。めっちゃいい、めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃかっこいい。めっちゃいい。やば。テンション上がるやんこんなん。肉だけ写真撮るんだよ。そうやね。記念用のダメ。でまた、踊り終わったら、一列がいる。楽しみだね。その後にやるだけですね。練習してきたものを出します。大丈夫、これいけるじゃんって思って正直、じゃあもう声もいい感じだし体も動くわと思っていったら半分以下だったんで最初それから硬すぎておうつげるハロー。深夜東京の6畳半夢を見てた、ああ明かりの灯らない蛍光灯、明日に湧き上がる天の上に背打ち上げていなくならないよね。ここには誰もいない、ここには誰もいないから
はやめよう。とりあえず上がって先に戻れさ。いつも誰にでも言うことを繰り返してる。完璧な演出と完璧な人生を、幼少期の面影は誰も知らないんだ。誰も甘いノリ的な才能とダメだ。ほら真夜中はすぐそこさ。深夜東京の6畳半夢を見てた。ああ光の灯らない蛍光灯、明日には消えてる天井上に線打ち上げていなくなんないよね。ここには誰もいない、ここには誰もいない。ああ夢を見てた。ああ光の灯らない蛍光灯、明日には消えてる天井上に線を打ち上げていなくなんないよね。ここには誰もいない、ここには誰もいない。深夜東京の6畳半夢を見てた。ああ光の灯らない蛍光灯、明日には消えてる天井上に線を打ち上げていなくなんないよね。ここには誰もいない、ここには誰もいないから。皆さんお疲れ様でした。さあそれでは審査員の皆さんにお話を伺っていきましょう。もともと歌が得意なメンバーがすごい多いチームなので、歌に関してはすごく楽しんで聴けました。なんですけどステージを見ていて、せっかくこう歌が上手なのにダンスの部分でチームとして不安定な部分が結構あって、こうそれがオリジナリティなのか、それともただ単に不揃いというか揃ってないだけなのかがわからない。ダンスがちょっと気になりすぎて歌の魅力が半減してしまったかなと思いました。あくまで僕はボーカルトレーナーとして、声歌っていう部分を中心に見てた時に良くなってる、メンバーがとても僕は多かったなというふうに、受け取っています。1点だけあえて宮沢君に、言うならば、緊張と多分勢いもあったと思うんだけど、少し全部のフレーズが終わりに向けてどうしてもクレッシェンドしてガーッと強くなって、ちょっとアンコントローラボーというか、なんかちょっと安定さがなかった感じが、ちょっとやっぱライブパフォーマンスとしてはもったいなかったなということは、こういう風なステージを想定した練習をどれだけみんなで積んでたかっていうのが少し疑問に残りました。今まで出てきたチームの中では一番ダンスをこう落ち着いて踊ってるように感じて、逆にその落ち着いてるのがなんやろ、パワーをちょっと感じれなくて、やっぱり大きい舞台やからこうちょっと吸い込まれてる感じを感じてしまって。ではゲストの方々にもお話を伺っていきましょう。見せ方だったりとかがすごくおのおの上手なので、もちろんそこのいいとこは伸ばしつつ、グループとしてのまとまりっていうのが伸びればきっともっと輝くんだろうなと思いました。この曲はダンス曲じゃないから、どういう振りがつくんだろうとか、どういう構成なんだろうってすごい楽しみにしていて、歌詞の通りにお酒を飲むところとかすごくかっこいいなと思って見ていて、今日はこの曲を聴いて帰ろうかなっていうふうに思いました。まず歌がめちゃめちゃ皆さん綺麗な声で、表情もめちゃめちゃかっこよかったです。多分この迫力が画面見ている人たちにも伝わってると思います。歌も素敵で、パフォーマンスへの努力や情熱も感じることができました。ありがとうございました。なんか事前に撮られていた作品を見ているのかなっていった、なんかそんな気分に浸っていて、とても魅了されました。お疲れ様でした。候補生3組のパフォーマンスが終了いたしました。これから審査員の方々にはミッション1の評価に入っていただきます。
ありがとうございました。頑張ったよ。入れ替え出したからね。しょうがない。練習はしてたつもりでもやっぱりその本番に向けて何をやるかとかやっぱすごい大事なことを何かやっていなかったというか、やっていなかったわけではないんですけど全然やっぱ詰めが甘かったなって思いました。ミッション1グループパフォーマンス評価の審査結果が出ました。まずは個人ランキングの発表に参りましょう。個人ランキング上位3人には次のミッションを有利に進められるゴールドバッジ、下位の3人には2回連続で取ると脱落してしまうレッドバッジが渡されます。しかしこのミッション1は個人の評価と並行してグループでのパフォーマンスも評価するステージとなっています。グループパフォーマンスでの成績が最も良かったチームはその得点としてチームメンバー全員がレッドバッジを回避することができます。さあそれではいよいよ個人ランキングを発表していきます。まずは1位の発表です。個人ランキング1位は高橋愛希くん。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、右目のあたりに高橋くんの場合はもともとこうやりたいポジションっていうものがボーカルだったにもかかわらず、今回ラップに挑戦してボーカルももちろんできると思うんですけれどもラップがすごく光っていたと思います。はい、今のスキルに満足せずもっと高みを目指してください。はい、ありがとうございます。自分の中ではなんか本当に全然1位にふさわしいパフォーマンスができていなかったと思っていたので少し驚きはあったんですけどいただけたことに感謝して、あとはセブンティーンチームのみんながいい評価をもらえるように願っています。ありがとうございました。続いて個人ランキング2位の発表です。個人ランキング2位は三林光栄くんです。おめでとうございます。もともとボーカルがすごく得意で、ただそのボーカルだけで言うと協調性があまり足らないっていう部分が今までのボーカルにこう感じられていたことではあったんですけれども、グループで歌う場合ってやっぱり全体の流れとか次の人のパスとかその前後とのやっぱりアンサンブルってめちゃくちゃ重要で、次の人のパスで考えるといやちょっとこうパスはできてない。すごくチーム一丸となって一つのステージを作り上げるっていうところで三林くんのボーカルがすごく良くなっていたと思います。ありがとうございます。2位という順位をいただけたことが、まず、率直に嬉しいです。ありがとうございます。またさらにいいパフォーマンスをして次は1位になれるように頑張ります。ありがとうございました。では続いて個人ランキング3位の発表です。個人ランキング3位は長尾光大くんです。スキルチェックの時のパフォーマンスのレベルからかなり上がりました。4人の中で一番人の目を引きつけるものがあって長尾くんにとっての大きな武器だと思うので、これからもそこを伸ばしつつまだまだ足りないところが多い状態ではあるので、これからも頑張ってください。正直とてもびっくりしてます。でもこういう高い順をいただけたのでそれにこう応えれるようにこれからもっと成長していきたいと思います。ありがとうございます。では続いて個人ランキング4位の発表です。個人ランキング4位は上野園京成くんです。おめでとうございます。サブボーカルさんっていうパートはもともとあまり多くはない、目立たない
ような、パートではあったんですけれども、その中でも自分の持っているボーカルスキルっていうところを存分に生かしているのがすごく伝わりましたし、ステージに上がった時の自分の見せ方っていうものをすごくこだわって追求したんだなというのが、こちらに伝わってきました。春を告げるのメンバーが未経験の自分をたくさん支えてくれたおかげで取れた順位だと思うし、しっかりステージで恩返ししたいっていう気持ちが出せてよかったと思います。ありがとうございます。個人ランキング5位の発表です。個人ランキング5位は鈴木優也くんです。はい。ダンスに関してはとてもそういう難しいダンスっていう中で自分の個性とか自分の中に持っているものをオリジナリティとして出すことができたんじゃないかなと思います。若干細かいことを言うと、この曲ってそこまで 100% 明るい曲ではないじゃないですか、はい、ちょっと憂いがあったりする曲なんですけれども、ちょっと歌い方に関しては若干明るいところがあるので世界観を寄せていく、解釈の部分でもあるんですけど、やっていただいた方がいいかなと思います。はい、自分のこの5位っていう順位にはすごい驚いてます。でも本当に自分はチームとして見た時に赤バッジのレベルだったなっていうのはすごい自分で思ってるので、グループを組む機会があったらもっと引っ張っていけたらなっていうのをすごい思います。ありがとうございました。では続いて個人ランキング6位の発表です。個人ランキング6位は多田亮太くん。表情管理っていう部分とてもうまく表現していたと思っております。ボーカルに関しても想像していたよりも、ボーカルはしっかりしていたと思います、はい、なんですけれども、はい、先生方から、意見をいただきまして、はい、悪いところがないんですけどいいところっていうのも若干見えづらいです、はい、自分が持ってるいい武器っていうものをもっと他の人に伝えられるぐらいのパワーが欲しいです。はい、まだ6位という段階なので上があるのでどんどん今度はゴールドバッジを目指して頑張りたいと思います。それでは続いて個人ランキング7位の発表です。7位は長谷川優也くんです。はい。正直言うと一番力をつけた候補生だと思ってます。ありがとうございます。それぐらいにスキルチェックの時からかなり成長しました。ただなんですけれどもちゃんとしたスキルがあるかって言われるとそうではない状態なので、ボーカルもダンスも、引き続き頑張ってください。この順位をもらえたからには僕の背中を見てみんなが頑張れるって思える人に一日でも早くならないとなという覚悟が芽生えました。個人ランキング8位の発表です。8位は宮沢亮太郎くんです。ありがとうございます。宮沢くんは自分が得意とするボーカル、歌のところを存分に発揮できていたとは思うんですけれども、まだまだそのボーカルのスキルっていうものは審査員の先生方もそうですし私もそうですしもっとできると思ってます、今回センターっていうパートを担当したと思うんですけれども、センターっていうのはその曲のイメージ、曲が持ってる世界観を自分の存在感を持って表現するパートだと思っておりますので、まだそういう意味だとちょっとアンバランスな感じは今日はありました。1位から8位に落ちるっていうことはすごい全然成長できていないことだなと自分でもすごい分かったのですごい悔しいんですけど、経験がたくさんできたので次に生かして絶対1位を取りたいと思います。ありがとうございました。では続いて個人ランキング9位の発表です。9位は上原麻人くん。はい。スキルチェックの時に14位だったわけじゃないですか、はい、どれだけ限られた時間の中で努力したのかっていうところがすごく伝わってきました。それぐらいにダンスがアグレッシブで
曲の世界観を自分なりに表現しようという、気持ちが感じられて、見ている側としてすごく楽しかったです。センターとしては、あまりにもボーカルが不安定すぎました。自分のいいところはちゃんと磨いて、足りないなと思うところは徹底的に今後も追求してください。お疲れ様でした。ありがとうございました。正直まだまだ悔しい気持ちばっかりですが、この順位をいただけたということに感謝してゴールドバッジを取れるように頑張りたいと思います。続いて個人ランキング10位の発表です。個人ランキング10位は松村慎弘くん。審査員の先生方から中間チェックの時から、ダンスボーカルともに成長が見られていたという、意見がありました。本当その通りで、スキルチェックの時に見た松村くんのパフォーマンスよりも今日のパフォーマンスの方がずっといいものになっていました。ただなんですけど、グループとして見た時にあまりオーラを感じられない、覇気がないっていうところが、私個人としては少し松村君に気になったところなので、どうしたらそういう覇気が出せるのか、オーラが出せるのかっていうところを研究してください。お疲れ様でした。ありがとうございます。本当に自分の中で思っていた課題と審査してくださった審査員方の意見が一致しているので、そこを重点的にもう一回見つめ直して頑張り直したいと思います。それでは続いて個人ランキング11位の発表になります。こちらギリギリレッドバッジを逃れることができた方です。お願いします。11位は堀内博之くん。周りの人たちが、一生懸命表現してるのもあるんですけど、負けちゃってます。で、近藤先生がおっしゃってらっしゃったのが、もともとボーカルっていう面では素晴らしい個性を持っているにもかかわらず、バックコーラスのようだっていう意見がございまして、ダンスの面でもそれほど前に出てくる構成ではないっていうのは分かっているんですけど、もっと目立つように自分で踊らないと勝てないです。もう勝負の世界なので。お疲れ様でした。悔しい気持ちでいっぱいなんですけど、アドバイスいただいたことを意識して絶対に活動という気持ちで次のミッションに取り組もうと思います。ありがとうございました。続いて個人ランキング12位の発表です。12位は松田宝くんです。ラッパー3人いる中での一番メインのラッパーとしては、あまりメインとしてのスキルはまだ備わってないんじゃないかなと思いました。そのラッパーとしての自分のオリジナリティとか持ち味っていう部分がまだ感じられない状態ではありますので、この表現がちょっと正しいかどうかわかんないんですけれども、看板メニューがないレストランみたいな感じに、見えてしまいました。ずっと自分の持ち味は何だろう、自分の色ってどう出していけばいいんだろうっていうふうにずっと悩んできたのがあって、そのままちょっと悩んだ部分が多いままこの本番を迎えてしまったっていうのは、本当に自分の力不足というか、審査員の皆さんの、期待していた水準まで持ってきなかったのは本当に悔しいです。では続いて個人ランキング13位の発表です。13位は松原優輝くんです。松原くんにとって自分の中での大きな魅力、武器っていうのがダンスっていうことは誰もが感じていることです。なんですけれども、そのダンスっていう最大の魅力っていうのが全員が強い気持ちで練習していたっていうのもあって、松原くんにしか出せない
ダンスっていう武器っていうものがやっぱりこう相対的に見えづらくなってしまったかなっていう状況です。はい、ラップっていう面で見ると、こちらが求めているレベルの半分以下っていう状態です。前回のスキルチェックで3位をもらったということで少し甘えてる部分があって、個人の練習とかあんまり力を入れてなくてだったので、この順位は当然だと思います。次のミッションでは絶対にゴールドバッジを狙うという覚悟で挑みます。ありがとうございました。個人ランキング14位の発表です。14位は藤野達樹くんです。審査員の先生方からは表情が暗い、自分から出るオーラとかまとってるオーラっていう部分が若干暗いという意見がありました。ただ春を告げるっていう楽曲は 100% 明るい曲ではないです。ただそういう楽曲を表現する上で自分なりのこの楽曲における見せるところは見せるっていうところがあまり見えなくて、自分の中で自分なりに解釈をちゃんとしてその暗さっていう部分を払拭するような覇気のあるパフォーマンスをしてください。期待してます、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ただただ悔しいです。ミッション2、3とまだ続いていくので、まだ僕は諦めていないので、この赤いバッジを金色に変えられるように今の自分の実力を見返して何が求められているのかというものを再確認して、何よりもこのバッジを戒めとしてこれから励んでいきたいと思います。ありがとうございました。続いてはベストパフォーマンスグループを発表していきます。このベストパフォーマンスグループはゲストおよび関係者のアンケートの票数が多かったというチームになります。ベストパフォーマンスグループはフェイクミーフェイクミーアートチームです。おめでとうございます。見事ベストパフォーマンスグループに輝きましたリーダーの三林くん。本当にすごくリーダーとしてどうやってみんな引っ張っていけばいいのかすごく悩んだんですけど、本当にみんなが僕のサポートをどんどんしてくれて、正直すごく僕も涙をこらえました。本当に泣きそうになりましたし、個人順位よりもチームのために頑張りたいっていうのをずっと言っていたので、もう本当に1位をプレゼントできたなっていうのと、本当に引っ張ってきてくれてありがとうっていう感謝の気持ちでいっぱいになりました。いや本当にこのチームで一緒にみんなとやれてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。やっぱ結果も残してのリーダーなんだなっていうのをすごい感じて、いやめっちゃ責任を感じたのもそうですし、ただ雰囲気を作って練習環境を楽しくやればいいんだなっていうのじゃなくて、そのリーダーのあり方ではないですけど、なんか考え方がすごい自分の中で変わって。では最後に審査員の方々から一言ずつメッセージをいただきたいと思います。いきなりで申し訳ないですけど、皆さん一回せーのでジャンプしてもらっていいですか。いきますよ、せーの。ありがとうございます。今足絶対曲げたっしょ。これジャンプって曲げないと絶対上に上がれないんですよ。何が言いたいかというと、今日悔しかった人たちたくさんいると思うのね。けど絶対ここの経験とか悔しさとかっていうのはバネになって、今ジャンプしたようにみんなを必ず成長させてくれる。裏を返せば上の順位だった皆さん、もし皆さんがこのバネを使わなければきっとそのジャンプに追い越されます。いろいろ葛藤もあるかもしれないけど、その時間があったらそれを埋める努力に全部当ててください。今日悔しい思いしたメンバーたちも今日だけ落ち込んで、明日からはもう絶対に上に上がるんだっていう気持ちで頑張ってほしいと思うし、これからもちょっとすごい楽しみにしています。はい、頑張ってください。ではここで
大橋さんから重大な発表があるということでお願いします。このサバイバルオーディション番組 ONE4ALL から誕生するグループのデビューメンバーの人数が決定いたしました。そのデビューメンバーの人数は6名になります。で6人って聞いてってなって、僕はなんか7人か9人かな、奇数かなって思ってたんですけど、奇数とかだと思っていたので7級だと思ってましたね。大体やっぱグループって奇数でセンターがあるじゃないですか。この調子でいったらまだまだ自分は入れないというか少ないなとは思ってしまいました。5人とか7人が主流になっている中でやっぱり6人が来るんじゃないかなって予想はしてたんですよ。なので、来た時に正直驚きはしたんですけど、でもやっぱりそう来たかってなりました。そうですねまさかの以上をもちましてミッション1グループパフォーマンス評価を終了いたします。なんか泣きたかったんですけど、別に今泣いても仕方ないなっていうふうに思っていて、僕はなんかそういうムードメーカー的な存在がいいなっていうふうに思っていたんで、勇気とかも同じ赤バッジだったけど、次絶対にやってきたこと信じて頑張ろうって言ったので、ミッション1で脱落が決まったわけじゃないので。まさか自分がこのオーディション中に泣くと思っていなくて、しかもミッション1で一番最初に泣いてしまったので、ちょっと恥ずかしいなっていう部分はあるんですけど、でももうここからはもう絶対に上を目指して頑張るので、最後泣くのは最後にしとこうかなっていう感じです。チームでの評価とかを自分は一番気にしていたので、何かそこが勝ち取れなかったのが自分の1位よりもちょっと悔しいっていう気持ちが今は大きいです。ダンスをこう引っ張っていったりとか、構成の枠組みを一応考えたのは僕なので、やっぱそういうところですごく申し訳ない気持ちにはなりましたし、個人ランキングの14位っていうのも相まって悔しいっていう気持ちもやっぱりできてしまいました。リーダーのこうえくんにはすごく助けられたなというか、僕自身がどうっていうよりもチームのおかげで取れた順位だったのかなっていうふうにはすごく思ってます。チームで1位を取れたのが本当にもうめちゃめちゃ嬉しくて、なんかもう個人順位なんか今もうどうでもよくて、なんかそっちが嬉しすぎて貴重な忘れられない時間になったなと思います。ベストパフォーマンス賞ありがとうございました。これからも僕たちの応援よろしくお願いします。なんだろうな、ボーカル、ダンス、ラップにやっぱり分かれてオーディションバトルみたいな風になるのかなっていう風に、それぞれのジャンルで分かれるんかなっていうのはあります。個人でバトルするっていう形かっていう予想なんですけど、当たるかなみたいな感じですじゃあ当たりかどうか発表はしません。びっくりしたびっくりしたミッション2はクリエイティブ評価となります。カメラの前に立って自分自身を表現することです。これミッション2やばいって。本当に。いやもう自分じゃないみたいです。